ネクスジの超人気ケミ、ソハユ、ソゴン、ハル、ユウの3人とにかく顔面が強い。けどそれだけじゃない沼ポイントがいっぱい。そんなソハユの仲良しエピソードをたっぷりご紹介します。ソゴン、ハル、ユウの3人ケミ、ソハユを皆さんご存知でしょうか。ネクスジケミの中ではユウハルのケミがラブラブだと有名ですが、そこに年下甘えん坊ソゴンが加わるとおしゃべり大好きわちゃわちゃケミの完成なんです。最強に可愛すぎる3人。ムードメーカーのソゴン、ネクスジ一番のおしゃべりハル、それをそっと見守るお母さん。だけど実はお笑い担当でもあるユウの組み合わせは控えめに言っても最強でしかないですよね。以前はマンバズ兄弟家にユウとゴニのカエルズ特集をさせて美をばらまきましたが、今回はそこにハル様も加わっていただき、さらなる美と笑いをお届けしていきたいと思います。面白くて可愛くてかっこいいソハユの魅力をたっぷりお伝えしたいと思いますので、最後まで目を離さないでくださいね。ソハユが誕生したのはネクスジアーカイブのビハインドザシーンの映像でのこと。激しいダンスレッスンの合間にあちゃわちゃするソハユの姿に癒される。そこで突然自己紹介を始める3人。ソハユを命名したのはハルでしょうか。なんだか漫才をしてるような3人にほっこり。夜にイカを焼いてマヨネーズと醤油をつけて食べたエピソードを話しているソハユ。楽しそうに話すソハユが高校生男子感たっぷりで良き。ちなみに19歳、18歳、17歳とそれぞれ1学年ずつ違う3人。年齢が違ってもこんなに仲良しなんて素敵すぎるぞネクスジ。ネクスジはまだデビューして間もないので、ケミはあってもユニット曲などは持っていないのですが、今回ネクスジの初めてのショーケースツアー、ネクスジショーケース2024ライドザバイブで VACMC やミラクル、ライドザバイブなどの曲に加え、チャレンジコーナーではなんとソハユのユニットステージがあったんです。こんな激アツステージ、実際見れた方が羨ましすぎる。ソハユは BTS のジョンブク先輩のスタンディングネクストユーをパフォーマンス。ジョンブクに似ていると噂になったトミヤスが、ジョンブクの曲とかもう何がどうなっちゃってんの。実は手話こちら生で見たんですが、感動しすぎで泣けばいいのか喜べばいいのかもうわからない感情。もうどちゃくそにバカかって買ったのです。日本語崩壊。3人でパフォーマンスをするのはかなり珍しかったのではないでしょうか。ちなみに MC ではハルが、僕たち一緒に寝るくらい仲が良いので良いパフォーマンスができたと思います的なことを言っていたとか。納得。ソハユの3人で頑張って練習したのかと思うと、もうそれだけで胸熱です。ショーケースは撮影 NG でジョンブクを歌うソハユは見ることができないけれど、なんと海外動画配信サービスハロー82でめっちゃ貴重なソハユの歌唱シーンが見れちゃうんです。ランダムに選ばれたメンバーが他の K-POP アーティストの曲を歌うというチャレンジで、普段聴けないカラオケをするネクスジが見れちゃう。他のアーティストの曲を歌う姿を見ると歌のうまさがレベチすぎるのがめっちゃわかるしかもソハユが歌うのがなんと NCTU のバギージーンズなんてことを、この3人が歌う NCTU が聴けるだなんて生きててよかった。そしてソゴンの歌声が天使すぎるんですが、ソハユのハーモニー最高すぎるのでぜひとも聴いてみてください。そしてソハユはとっても筋トレ好き。ステージ前に筋トレをしてパンプアップしちゃうほど。でもね、そんなにマッチョにならなくていいんだよ。めっちゃゴリゴリマッチョになったらどうしよう。ネクスティも困惑しちゃう。この時のインタビューで K-POP を始めたきっかけはストレイキッズの新メニューを聞いたからと言っていたハル。この時ゴニが僕も新メニューをオーディションで踊ったと言い、なんとすごいスキズ先輩。そんなソハユの筋トレ成果ですが、なかなかのもの。ユウはしょっちゅうタンクトップですが、ソハユ3人のタンクトップ姿、ぜひとも生で拝みたいものですね。そしてソハユ衝撃の就寝事情も発覚。なんと寝る時も3人一緒。こちらは雑誌シュプールのインタビューで語ってくれました。僕とユウとユウキの3人が同じ部屋で、僕とトモヤが同じ部屋。ハルがすぐ僕の布団に来たがるんです。同じ部屋のトモヤが家に帰るとすぐオフモードに入るんです。だから寝る前に暇やなと思ったらユウのベッドに行って、そうするとユウが喜ぶんですよね。喜んではないよ。だってユウの布団に入ったら横開けてくれるんですよ。定位置なんです。そこが、来たなと思ったら開けるしかない。それで2人で寝るじゃないですか。そしたら2段ベッドでユウの上がゴニのベッドなんですけど、上がろうとするゴニをユウが、帰るのって止めるんです。
行かせないからってなってだいたい3人で寝ています。僕から言ってるんじゃないですからね。上に行こうとしたら優が降りてきって引き止めるからどうしようもなくです。そんなことない。だって春と2人で面白い話をして盛り上がってたらゴニの方から何の話って降りてくるもん。それで結局3人でごぼうみたいに横一列になって寝るっていうシングルベッドなんでパツパツ。おかげで朝起きたら3人とも体がバキバキになってる。ちょっと待って、3人で2段ベッドで寝るとかぎゅうぎゅうにも程があるでしょう。宿舎では2から3人ごとの相部屋になっているはずなんですが、ソハユのように2段ベッドで一緒に寝る時もあれば、みんなでリビングに布団を敷いて寝ていることもあるとか、なんだか合宿みたいですよね。ちなみにリビングでみんなで寝る時もソハユは一緒の布団らしい。どんだけまだまだあるソハユの仲良しっぷり。こちらはネクスジと一緒に撮れるプリクラでソハユがそれぞれ撮影するっていう、もはやどっちがフレームでどっちが実物なのかわからない状態のプリ。自分らのプリ機でプリ撮るアイドルっている。しかも撮り方がめっちゃうまい。推しと撮れるプリクラ、ぜひソハユと同じポーズで撮ってみてはいかがでしょうか。こんなに上手に撮れる自信はないぞ。本当に仲が良いソハユケミ X でのファンからの反応はどうなんでしょうか。虹の時から自信なさげだったホニが自分の声の魅力開花させてるのが感動すぎて何回も聞いてる。この声は唯一無二だと思う。儚さとアンニュイさと憂いさと若さが入り混じったホニ独特の声が好きだよ。ソハユ最高すぎて。ソハユ本当に仲良しだよね。ずっとキャッキャしてるの尊すぎるし、ほんまに10年以上一緒にいるような雰囲気を感じる。ネクスジくんたちの仲の良さ見てて本当に安心するし、メンバー仲良しグル大好き。ソハユから肩メロン三人衆とかに改名されてはいかがでしょうか。ソハユ顔が良すぎる問題。美女えげつないのに可愛くダブルグーしてるソハユ愛おしいね。ユウハルケミがラブラブイチャイチャなのはよくわかる。だけどソハユになるといたずら大好きなキャッキャッと微笑ましいケミに早変わり。そんな可愛さに惚れてるネクスティも多いようです。この3人美女を見ているだけでも幸せな気分になりますね。ソハユの仲良しっぷりいかがでしたでしょうか。特に3人で寝ているという就寝事情にはびっくりでしたよね。それにしてもこの3人が一つの画面に収まってる瞬間は美女が大爆発していて眩しい。イケメンすぎる。ネクスジには他にもケミがたくさんあるので、ショーケースでのユニットステージをもっとたくさん見たいですよね。大好きな推しケミが練習に励む姿、歌って踊って輝く姿がいっぱい見たい。これからもネクスジの活躍を全力で応援していきましょう。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。